今回紹介するプラグインは AEJUICE のフィルム VFX バンドルです。このフィルム VFX バンドルは映画などに使用できるハイクオリティの VFX 素材集です。実写に合成して使うことを想定した VFX 素材です。昨今では YouTube などの SNS の動画でもクオリティが求められる時代なので、これらの素材を必要としている人も多いと思います。前回コスパ最強のアフターエフェクツの素材集として AEJUICE の iWant It All バンドルライフタイムというバンドル製品を紹介しました。前回の動画で AEJUICE の無料版でできることとおすすめバンドル製品の iWant It All バンドルライフタイムについて紹介しました。このバンドルが AEJUICE で値段的にも圧倒的におすすめなのは間違いないですし、最も購入されているバンドル製品です。ですが前回の動画のコメント欄で AEJUICE の他の製品についても紹介してほしいという声があったので、今回はフィルム VFX バンドルというこちらも別のバンドル製品を紹介します。こちらのフィルム VFX バンドルに収録されている製品はどれも iWant It All バンドルライフタイムに含まれない製品です。AEJUICE の製品の購入リンクは概要欄に貼っておきます。割引情報などあった場合は概要欄を更新していきますので、そちらをチェックしてください。そして AEJUICE のインストールの仕方や基本的な使い方、それとコスパ最強のおすすめバンドル製品の iWant It All バンドルライフタイムについては前回の動画をご覧ください。それではフィルム VFX バンドルに収録されている旧製品について順番に紹介していきたいと思います。1つ目はマジックパックです。これは名前の通り魔法系のエフェクトが多数収録されています。ハリー・ポッターのようなファンタジー映画の魔法のエフェクトに使用できる素材が揃っています。実写と合成して使ってみましょう。コンポジションに読み込むと 4K サイズのアルファ付きのストックビデオとして読み込まれます。収録されている素材は9カテゴリーで98ファイルあります。ビデオ素材として読み込まれるため数値の変更はできませんが、他のエフェクトと組み合わせて色味を調整したりグローを足したりして映像になじませてください。この小さなウィンドウでは分かりにくいですが、一つ一つの素材が 4K でクオリティが高いため画面いっぱいに使っても迫力ある映像に仕上がります。2つ目のパッケージはライトニングストームクラウズです。空から地上に伸びる稲妻はもちろん雷雲や球状の電気の塊などさまざまなバリエーションが用意されています。パラメーターなどを調整できるわけではないので少し不便さはありますが、映像のアクセントに使う程度であればこの数で十分対応できると思います。2つ以上を組み合わせることで迫力を増すこともできます。かなりリアルな雷なので実写合成が一番効果的に使用できます。3つ目のパッケージはブラッドパックです。公式のプロモーション動画は少し過激な描写も含まれるため動画内では紹介しませんが、アクション映画でよく見る銃撃戦での血しぶきや壁や床に飛び散る血液の素材が収録されています。このバンドルは映画等のエフェクトで使うことを想定された素材ですが、ホラー系 YouTube チャンネルのオープニングやハロウィンなどのイベント動画の雰囲気作りでも使えそうですね。映像に合わせて色や光沢感を調整するエフェクトを使うことでよりクオリティを高めることができます。4つ目のパッケージはビッグインパクトです。このパッケージには爆発に関する素材が収録されています。爆発による衝撃波や土煙、隕石や建物の崩壊などを表現できます。 4K のビデオ素材がインポートされる仕様になっており、ルミナンスキーと一緒に使えますのでアルファ付き素材として使用できます。あくまでビデオ素材なのでパラメーターなどで微調整は効かないですが、大きい爆発など使い勝手のいい素材になっていると思います。素材は8カテゴリーで合計459素材収録されています。爆発などこのクオリティの素材は AE で作成するのは困難で 3D ソフトなどで流体シミュレーションが可能なソフトが必要になります。そのような専門的な知識がない人にとってこのパッケージは本当に役に立つと思います。うまく実写と合成すればハイクオリティの映像に仕上がります。5つ目のパッケージはナイトスカイオーロラです。このパッケージには 4K のオーロラ素材が7パターン収録されています。種類が少ないと思うかもしれませんが、色調整など別のエフェクトと組み合わせて使えば
多くのバリエーションで使用できると思います。ファンタジーな映像作品においてオーロラは神秘的で幻想的な雰囲気を醸し出します。このパッケージを使用すればリアルなオーロラを手軽に追加できます。オーロラの他に流れ星と星空の動画素材が5つずつ収録されています。6つ目のパッケージはプランツパックです。植物の素材が詰まったパッケージです。こちらの映像を見てください。これらの映像は風景のビデオ素材を組み合わせて作られています。普段私たちは映画などで合成によって作られている映像を多く見ています。うまく合成すればここまで人を騙せるということです。そこにない木や草などをこのパッケージで追加できます。アルファ付きの動画素材なので映像に追加してなじませるだけです。特に近景として使用できる草などの植物も多く収録されているのでそれらの素材は使う頻度も高いと思います。収録されている素材数は12カテゴリーあり全部で323素材あります。植物はメインの被写体になりにくいのでこれだけの量があれば十分かなと思います。使い勝手のいい素材が揃っていて動画素材も多く含まれています。実写との合成の練習になると思うのでぜひ使ってみてください。7つ目のパッケージはリアルクラウズです。雲の映像素材が収録されているパッケージです。このようなタイムラプスで撮影された雲の映像もあります。パッケージには様々な気象条件や様々な時期に記録された実際の雲が収録されています。空部分をマスクして映像に合成してください。使い方は難しくありません。収録されている素材は4カテゴリーあり全部で113種類の雲の映像を使用できます。様々なバリエーションの空が揃っていて使い勝手がいいと思います。空もメインの被写体とはならないのでこれだけの種類があれば十分だと思います。使い方もとても単純でダウンロードすれば MP4 のビデオ素材がタイムラインに配置されるだけです。8つ目のパッケージはユニバースパックです。宇宙に関する素材が詰まったパッケージです。隕石や惑星や星雲など宇宙のグラフィックで使用できる素材です。こちらは SF 映画に使用することを想定していると思いますがそこまで大掛かりでないとしてもちょっとしたオープニンググラフィックなど宇宙の背景を使いたい時に使用できます。特に惑星や星雲などこのクオリティのものを使用できるのは嬉しいです。収録されている素材は10カテゴリーあり139種類の素材を使用できます。ニッチなジャンルかと思われるかもしれませんが CG を作っていると宇宙の背景というのは意外に使う場面が多いです。最後に紹介するパッケージは 3D テレインパックです。このような地形の 3D データが収録されています。これはここまで紹介した8つのパッケージと少し使い方が異なります。ここまで紹介したパッケージは AE 上のパックマネージャーからビデオ素材をタイムラインに直接ダウンロードする使い方でした。この 3D テレインは地形の 3D データが収録されています。主にエレメント 3D で使うことを想定しています。このパッケージはパックマネージャーから使用するのではなく AE ジュースの自分のアカウントにログインしてダウンロードページから素材をダウンロードする必要があります。モデル素材をダウンロードしてエレメント 3D にインポートしましょう。ちなみにエレメント 3D はビデオコパイロット社の別のプラグインです。アフターエフェクツで 3D モデルデータを扱えるとても有名なプラグインですが使い方などはまた違う動画で解説します。つまりこのパッケージを使うにはエレメント 3D または他の 3D ソフトを扱えることが条件になります。収録されている地形の素材数は76種類あります。 AE 初心者の人には少しハードルが高い分これらをアフターエフェクツでカメラを動かして使用できますので他のパッケージよりも自由度は高いです。素材の役割としては今までのパッケージ同様映像に追加してなじませてください。リアルなので実写映像に合成できます。いかがだったでしょうか。今回は AE ジュースのフィルム VFX バンドルについて簡単に紹介してきました。分かっていただけたと思いますが基本的には映画など実写映像に合成するための素材集です。I want it all バンドルライフタイムを紹介した時にはとりあえず買って持っておけという言い方をしましたがこのフィルム VFX バンドルについては必要な人が買ってください。紹介した通りほとんどがビデオ素材です。パラメーターが調整できるような自由度が高い素材ではないですし
決して安い製品ではありません。特にまだアフターエフェクツに慣れていない人で、自分でエフェクトを作るのが難しいという人におすすめです。最後にアドバイスとして、AE ジュースの製品は必ずセール時に買うようにしてください。商品をご希望の方は概要欄にリンクを貼っておきますのでチェックしてください。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。